世界の辺境マニアです。前回の動画では、アモイの町やコロンス島を歩きながら、台湾有事は起こりそうか、という視点で旅をしていました。軍艦や大砲、軍用機の映像も出しつつ、アモイという町の緊張感を、そのまま記録しています。せっかくアモイまで来たなら、世界遺産の福建土楼も見に行こうと思いました。ただ、ここで一つ、問題があります。アモイから福建土楼へ行く方法は、ほぼバスしかないのです。本数は少なく、しかも福建土楼は、一つの場所に集まっているわけではなく、いくつものエリアに点在しています。個人で回ろうとすると、土楼から土楼への移動だけで、かなり時間を取られる。そこで私は、ホテルの近所にあった中国の旅行会社に行ってみました。すると、ごく自然な流れで、ツアーを勧められました。私の中国人のイメージとしては、膨大な人口を背景に、物事を迅速に進めないと、社会生活が回らない環境にある、という印象があります。そのため、何事も効率的に進める、という考え方が、強く根付いているように感じています。中国人の旅行と聞くと、団体旅行のイメージを持つ人は多いと思います。これも効率的にするために、家族や親戚のつながりが強く、みんなで一緒に動く。大勢で行くので、価格的にも効率的。実際、日本に来る中国人観光客や、中国人の海外旅行でも、団体ツアーはよく見かけます。では、中国国内で、中国人向けに作られているツアーって、実際どんなものなのか。日本の旅行会社が考える団体ツアーと同じ発想なのか。それとも、全く別物なのか。今回、私はその中国の旅行会社のツアーに、実際に参加してみました。正直、想像していた団体旅行とは、かなり違いました。驚いたのは、豪華さでも、自由度でもありません。とにかく、やり方が合理的で、無駄がない。この動画では、日本人がほとんど参加しない、中国の旅行会社のツアーが、どんな仕組みで回っていて、何がそんなに違うのか。実体験をもとに、順を追って、詳しくお見せします。最後まで、じっくりご覧ください。中国の旅行会社のツアーは、WeChat を使い、団体客の代表と連絡を取りながら、アモイの街中の大きなホテルの前や、シンボルとなる目印のある場所の数カ所で、次々と、ツアー参加者をバスで拾っていく。つまり集合場所が、何カ所もあり、ホテルの近所にバスが来てくれるので、効率的。バスは参加者を乗せ終えると、そのままアモイ島を出て郊外へ向かいます。中国は人口が多く、移動に時間がかかりやすい国です。だからこそ、無駄な移動を減らす工夫が、自然に組み込まれている気がします。バスの中では、ガイドさんが永遠と何かを、中国語で説明をしていますが、私は中国語が話せないので、全く何を言っているのかわかりません。街の景色から一気に視界が開けて海が見えてきました。アモイ島は島なので橋を渡って本土に入ります。バスに乗って2時間ほど走ったところで福建土楼ツアー客専用の施設に立ち寄りました。福建土楼の説明用の展示とレストラン、そして大きなお土産店があります。プレハブ小屋のようなところで、知らない中国人の団体と同じテーブルを囲んで食事をします。撮影はしていませんでしたが、福建土楼の説明用の展示はしょぼく、お土産店がメインの施設で、とにかくお土産を買え。と、しつこかったです。食事を終えてから、さらに1時間ほど、バスは山道を走ります。道路脇で昼寝をしている人がいたので、思わず撮りました。福建土楼に到着。バスの停車場で待ち受けていたガイドさんが、土楼まで案内してくれます。完全に分業化されています。到着したのは、福建土楼の中でも有名な、新盛楼という円形土楼です。福建土楼は、一族が集まって暮らす、巨大な集合住宅です。
外敵から身を守るため、城のような構造で作られました。今も実際に、人が生活している珍しい世界遺産です。上から見ると、ドーナツのような形で、中央に中庭があります。ここには、こうした円形のドローが、いくつも並んでいます。過去には、アメリカの人工衛星が撮影した際に、いくつも並ぶ円形の建造物を、巨大な軍事施設ではないかと疑って、偵察に来たとも言われています。しかし実際には、ここは軍事施設ではなく、人が暮らす場所です。ドローの中央には、祖先を祀る、祖堂があります。ここは、一族の行事や、話し合いが行われる、精神的な中心です。住居が円形に、この祖堂を囲んでいます。ドローには、生活と信仰が、同じ空間に組み込まれています。通路のような廊下では、住人の方が、お土産を売っています。生活をしながら、玄関前が観光地。そりゃ、お土産を売りますね。歩いて、ドローを回ってみると、建物のスケールの大きさがわかります。上から見ると、要塞のように見えても、中はごく普通の生活空間。洗濯物があり、商売があり、生活感があります。ここは、世界遺産でありながら、今も人が暮らす場所なので、このドローを、特別な存在にしています。神聖楼の見学を終え、ここから次のドローへ向かいます。個人で来ていたら、この移動だけでも、かなり迷う距離と構造です。ですが、ツアーなら、迷う心配はありません。見学が終わると、自然な流れで次の目的地へ移動が始まります。ガイドさんに連れられて、同じバスの参加者と並び、次のドローへ歩いて移動します。地図を見たり、道を聞いたりしなくてよいので楽ちんです。次のドローへ向かう道の途中には、収穫後の穀物を人力で処理するための伝統的な木製の機械のようなものが普通に置かれています。次のドローへ向かう途中には、たくさんの人が路上で物を売っています。ひょうたんや見たことのない大きな豆。観光ツアーの人がたくさん通るので、近所の人が商売をしに集まっているのです。川の横で休憩時間が取られます。景色を見せつつ、お年寄りも多いので、ペースを整えたり座ったりする時間です。周りには土産物店や飲み物、フルーツを売る店もたくさんあります。休憩もまた、ツアーの一工程です。ここでの見どころは、この珍しい石の橋です。川の中に、等間隔で置かれた石の上を、一列になって列を崩さず渡っていきます。立ち止まる人も、引き返す人もいません。たくさんの中国人が、写真を撮っているので、中国でも珍しい橋なのでしょうか。後から調べてみると、日本では、川の中に等間隔で置かれた石の橋は、一般的に飛び石や、蔦石と呼ばれるそうです。飛び石の川を渡ると、突然、視界いっぱいに広がる巨大なガジュマル。実は私、ガジュマル好きで、自宅で小さなガジュマルを育てています。こんなに大きなガジュマルは見たことがありません。このガジュマルには、チュングオシーダー瑞明グーロン種。国家クラスの保護指定を示す札が掛けられていました。中国で最も美しいガジュマル10選に選ばれた木、という意味だそうです。そのガジュマルの大木の下には、川を望む小さなカフェ。自然と観光がコラボレーションしています。少し歩くと、石造りのメガネ橋。橋のたもとには土産店が並ぶところを、ツアーガイドさんに誘導されながらついていきます。細い路地を歩いていると、道の脇に現れたのはガチョウ。家畜ですが、誰も追い払わず、みんな、ガチョウを避けながら進みます。ここでは、人と動物の距離も、おおらかです。路上の小さな机一つで、この辺の特産のレッドバナナや、ドラゴンフルーツが、当たり前のように売られています。
通路際には古びたドローがいくつかありますが、ガイドさんは立ち止まらず進んでいきます。観光用に開放していないドローなのかもしれません。30分ほど歩くと、四角いドローが見えてきました。これまで見てきた円形とは違う、初めて見る、四角い形をした福建ドローです。壁は高く、窓は小さく、まるで要塞のような外観をしています。このドローの名前は、和気楼。清の時代に建てられた、現存する非常に貴重な四角ドローです。このドローの横に土産物店があり、ドローのミニチュアなどが売っていて、その横では、タバコを手巻きで作りながら販売する人もいました。この手巻きタバコ屋さんは、ドローの付近にたくさんいたので、この辺はタバコの名産地なのかもしれません。さて、四角いドローの中に入ります。4階建ての土と木で作られた建物です。ドローの中に入って、左右を見回すと、1階に並んでいるのは、ほとんどが土産店です。観光地化がかなり進んでいます。ただ、この建物自体は、もともと防御と共同生活のために作られたもので、分厚い土の壁、小さな窓、外からは中の様子がわかりにくい構造です。四角いドローは、円形よりも数が少なく希少で、地域や時代によって形が異なるようです。外観の見た目は円形より普通っぽいですが、中に入ると迫力があり、円形と同じく、集団で暮らすための合理性が、この中に詰め込まれています。ここは、生活の中心でもあるドローの中央です。ここに祀られているのは、土地の神や祖先を敬うための祭壇。家族単位ではなく、一族全体で信仰する場所です。日常の暮らしのすぐ横に、信仰の空間がある。それがドローの大きな特徴です。観光客向けの土産店もありますが、本来ここは、祭事や祈りを行う、精神的な中心でした。防御、生活、信仰。そのすべてを、一つの建物の中に収める。それが福建ドローという存在です。この四角いドローは、出入り口が多く、動線も整理しやすいので、観光地として使いやすかったそうです。ここで売られていた、石黒という薬用植物。福建名物で、乾燥させてお茶にして飲まれます。通路沿いには、他にも、様々な種類のお茶が売られています。福建は茶の産地でもあり、ドロー観光とセットで、お茶文化も紹介されています。ドローを見上げると、迫力のある、何層にも重なる木造の回廊。しかし、このドローは1回しか観光ができず、上には、多くの家族が暮らしています。洗濯物が干しているのも見えて、生活感が感じられました。ドローを外から見ると、やはり要塞のようです。今まで、ドローの中は賑わっていましたが、もう夕方なので、観光客は帰る時間です。街灯の形もドロー。細部まで観光仕様です。今日はアモイへまた4時間かけて戻り、明日はまた別のドローを見に行きます。アモイのホテルに到着したのは夜の9時半。明日の朝も7時出発なので、適当に食事をして寝ます。朝7時にアモイのホテルを出発して4時間。今日訪れたのは福建省、永定にある、福建ドロー永定渓谷。昨日とは別のドローを見に来ました。ここでチケットは不要。ツアー代金にチケット代は含まれてます。この入り口の先に複数のドローが点在しています。
福建土楼永定渓区に入って一つ目の土楼は、裕福楼という土楼。裕は豊かさ、福は幸福を意味します。中に入ると、円形の建物が内側をぐるりと囲んでいて、外観からは想像できない迫力です。建物の外壁はシンプルですが、内側の空間は豪華で、いかにも、裕福楼という名前の通り、豪華な土楼です。この土楼の内部には、まだ多くの特徴があるようです。中をじっくり歩いて、見ていきます。ふと見上げると、空だけが切り取られた円形に見えます。建物に囲まれているのに、不思議と閉塞感はありません。ここは、何世代もの生活が積み重なった場所。足元の石畳一つ一つに、暮らしの時間が刻まれています。今まで見てきた土楼と違って、裕福楼の中央には、大きな建物は置かれていません。その代わり、入り口の正面、突き当たりに、小さな祭壇が据えられています。住人はここで祈りを捧げ、先祖と向き合うのでしょう。そのまま土楼の内側をぐるりと一周見てみます。円形の構造が生む距離感は均一で、誰の暮らしも等しくここに並んでいたことがわかります。裕福楼を出て、巨大な円形土楼の外壁の横をガイドさんに導かれて移動します。この土楼の中は入らず、横を歩いていますが、外から見ると、城壁のように見える土の壁が、防御を意識して、厚く作られていることがよくわかります。土楼お茶屋と書かれた小さな門をくぐって、観光客向けの茶屋、休憩所、売店の横を通り、石畳の広場を横切って歩きます。生活の気配がある屋台や腰掛けの間を抜け、この先には、次の土楼が見えてきました。形は違えど、同じ時代の建物同士が、ここに点在しています。暮らしのある観光地。日本では滅多に見られない異質な観光地です。土楼の前の門をくぐり、土楼を見上げる。厚い壁と低い入り口は、何者も侵入させない圧力がすごい。門をくぐるという行為そのものが、一族の中に足を踏み入れている。同じ土楼でも円形ではなく、形が違うだけで、印象がまるで違います。この四角い土楼の名前は、清沢楼と書かれています。清沢楼とは、世代を超えて、恵みが続く楼という意味の名前だそうです。四角い土楼の門のような入り口をくぐり、中へ入ります。外からはわからなかったのですが、中に入ると内部の広さが一気に視界に広がります。中央には小さな建物がいくつも並び、路地のような空間が広がっています。一つの建物が小さな町の役割を果たしているようです。土楼の中心から見ると、ぐるっと一周回れる廊下が各階に見えます。土楼の住居はすべて内側に向かって玄関が配置される構造。視線は自然と円を描くようにぐるりと巡っていきます。中央から入り口正面に向かって歩くと、視線の先に祀る場所があります。こちらの配置は他の土楼のように中央ではなく、入り口正面の突き当たりにあります。暮らしと信仰が一直線で結ばれている。この土楼というものは、単なる集合住宅ではないということがよくわかります。土楼は共同で使うトイレや洗面、お風呂もあります。生活用水を扱う場所は個人のものではなく、共有が基本。ここで暮らす人々は、一つの建物を一つの共同体として使い続けています。
聖卓楼を出て、次のドローに行きます。細い路地をツアーガイドさんについて行きます。これは一人で来ていたら、絶対に行かない通路ですね。この人とドローが一緒に写っていることで、どれだけドローが大きいか分かってもらえると思います。石の階段を降りて進みます。とても大きいドローが目の前にそびえ立っています。それにしても大きいドローです。入り口はここですが、全貌が見えません。少し離れて、建物の全体を見てみましょう。石碑には、ドロー森西軍。ここが八花ドローを代表する集合地であることを示しています。八花ドローとは、移住を強いられた一族が、血縁と秩序を守るために築いた、住める要塞であり、一族の思想そのもの、という意味です。こちらの石碑には、世界最大級のドロー軍として、その規模と数が、正式に記載されています。このドローの名前は、小慶楼。祖先の徳を受け継ぎ、子孫へ道を開く。家訓がそのまま、楼名になっているそうです。この周りの様子もご覧ください。小慶楼の中に入りました。他のドローよりも大きいので迫力があります。観光客も多く、賑わっています。立ち話をしながら食事をしているおばさんがいたので、記念撮影。多分、この小慶楼の住人の方だと思います。土の壁に囲まれたこのドローの中に入ると、外の世界とは空気が違う気がします。生活感と観光が入り混じった空間です。ドローの内部には、さらに円形の建物が重なります。防御と生活を同時に成立させた構造なのでしょうね。路地の一角で手作業の紙巻きタバコを売るおじさん。生活圏でありながら観光地なので、ここで日常の営みが行われています。ここは観光は1階のみです。階段には、文化財保護のため、上階へは行かないでください、と書かれています。円形の建物の内側は、通路は細く折れ曲がり、視界はすぐに遮られるようになっています。直進ができない構造は、外から来たものを迷わせ、中に住む者だけが、全体を把握できる作りになっているのだそうです。曲がりくねった細い通路は、初めて来た人には分かりにくい、住民だけが把握する、内部構造です。円形の建物をぐるりと回ってみると、視線の高さ、ドアの多さ、出入り口の位置まで、すべてが計算されているように感じます。ここでは、個人よりも集団が優先され、暮らしそのものが、共同体として設計されているようです。観光地でありながら、ここは生活の延長線。住民が自宅の一部で、商いを続けています。他のドローと同じく、このドローも、このドローの中の、さらに円形の建物の中心に、祖先や神を祀る場所があります。神を祀る場所は、建物の核であり、一族の精神的な中心でもあります。その、祖先や神を祀る場所でさえ、今は観光地化され、観光客で賑わっている。よく考えると、なんだか複雑な気持ちになります。同じ形の家が並ぶことで、個人より一族が主役になり、ここでは、一家族より、一族が優先されます。生活に欠かせない水は、ドローの内側で確保されていた。長期籠城も、想定された設計だ。
通路、住居、設備がすべて内側に集約され、外に出ず生活が完結する。ドローは家ではなく、一つの小さな社会。血縁を軸に安全と効率を両立させた集団居住の完成形です。それが何百年も前から行われていたのです。個人の浴室ではなく、共同で使う入浴設備。水も燃料も共有する合理的な暮らしです。すべてのドローを見終えて、30分間の自由行動の時間です。お土産店を少し見て、入り口の方から山に登る展望台に一人で行ってみます。今、内部を見てきたドローを振り返ってみます。昔は山の中だっただろうところが、こんなにも観光地化されたのだろうなと想像できます。展望台の登り口の石碑には、世界遺産に登録された福建ドローであり、中国政府から国家最高ランク、5つ星級に認定された、永定ドローケークである、と書かれています。この展望台への階段が、長く、遠く、思いのほかきつかったです。眼下に広がる、山に抱かれるように並ぶ、福建ドローの風景。丸いドローと四角いドローが、静かに谷合に並んでいます。何百年も前から、人が集い、暮らし、守り合うために作られた建物。観光地でありながら、今も生活の匂いが残る場所です。今回参加したのは、中国人向けの国内旅行ツアー。参加者は、全員中国人。外国人は、私一人。言葉は、全く通じません。説明も、全部中国語。気づけば、ガイドさんからはぐれないように必死に、常にガイドさんがどこにいるのか確認ばかりしている。それでも、中国人観光客と同じバスに乗り、同じ景色を見て、同じ場所で写真を撮る。中国人向けツアーに外国人一人で参加するとどうなるのか。結論。特別なトラブルは何もありません。ただ一つ違うのは、全員が説明を理解して帰る中、私だけ雰囲気で全部を理解した顔で帰ることでした。今もなおあの長い説明が何の話だったのかは全く分かっていません。過去7日以内にアップされた動画を YouTube モバイルアプリでご覧の方は、コメントプレビューのカルーセルを左にスワイプするか、いいねボタンをタップして表示される、YouTube の新機能、タイプボタンを押して応援してください。これからの動画作りの大きな励みになります。世界の辺境マニアです。このチャンネルでは、日本人がほとんど行かない、辺境や秘境ばかり行っています。旅して回った国は70カ国以上。有名観光地には興味がなく、日本人がほとんど行かない辺境の地で少数民族の生活と触れ合うのが好きです。1年間の3分の2は旅をしていますので、これからもどんどん辺境の動画を投稿していきます。興味のある方は最新辺境情報を見逃さないように、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。